海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日はニュースまとめの回ではありません。私の DGX スパークで動画生成 AI を実機で動かした話です。先に言っておきます。動きました。でも、作った映像は今日、一本もお見せできません。これまじ動いたのに見せられないなんてことある？公式の重みは144ギガ、私が実際に動かしたのは 42.5 ギガでした。そして動作中に、額の電源が2回、勝手に落ちました。圧縮も成功、電源事故もあり、これまじ全部見せて。ミニマックス H さんは、オープンウェイトで公開された動画生成 AI です。中身は330億パラメータの、たった一つのトランスフォーマーです。一つ映像用と音声用でモデルが分かれてるんじゃないの？分かれていません。同じトランスフォーマーが映像の情報と音声の情報を同時に予測します。映像を作ってから音を後で足す設計だと思ってた。でも最初から一緒に考えてるんだ。はい。出力は24フレーム毎秒の映像に 32kHz のステレオ音声が最初からついてきます。一字文を読み解くテキストエンコーダーにはクエン酸VL-32B というそれ自体が320億パラメータあるモデルを丸ごと使っています。読み取り役だけで320億？名脇役どころじゃない規模だ。この規模のモデルを動かす壁はまずサイズです。公式に公開されている BF16 版の重みは映像生成の使用チェックポイント一つだけで144ギガ、公式のデプロイ例そのものが GPU4 台を前提に書かれています。4台？私は1台しかないよ。私が実際に使ったのはコリニティが作った量子化版です。ディスク上で 42.5 ギガ、動かした時のメモリー使用は 45.6 ギガでした。144が 42.5、3分の1以下？どうやって削ったの？内訳は3つです。プルーニングと8ビット量子化をかけた本体部分が 21.0 ギガ、モデルカードが推論では使わないと書いている約130億パラメータ分の枝を削った結果です。テキストエンコーダーのクエン酸VL-32B を4ビット級まで圧縮したものが 15.7 ギガ、映像用と音声用の VAE を合わせて 5.8 ギガです。全部足して 42.5 ギガ、1台に収まる大きさまで来た。しかも NVFP4 とコンブロットという2つの量子化形式は、この実行環境がネイティブな演算としてそのまま認識していました。動かないだろうと思っていた部分です。動くはずのない組み合わせが動く組み合わせだった。そして実際に動きました。4.46 秒のクリップを20ステップ、1ステップあたり 6.3 秒で合計 2.1 分で生成しました。2分待ったら4秒半の映像ができた。はい。ただ、その映像は今日お見せできません。理由は番組の後半で話します。気になる。じゃあ、何を見せてくれるの？映像を作るときに渡した参照画像です。これは私が用意した絵で、H さんが作ったものではありません。いつものミントとリナのデザインだ。この参照画像を渡すと、H さんはそのままの見た目で動かしてくれます。ただ、最初に渡した1枚は、ポーズ集を格子状に切り出して作った関係で、隣のマスにはみ出していた腕が切れていました。切れた腕のまま動画になっちゃったってこと？はい。H さんは、渡された絵をそのまま忠実に描きます。腕が足りなければ、その通りに描きます。補って描いてはくれません。気を利かせてはくれないんだ。なので、この画像のように、実際の見た目の端まで確認してから渡す形に直しました。あと、渡した小道具、ミントの杖ですが、クリップの途中で消えることもありました。持ち物も確実には保証されません。出したものがそのまま出るとは限らない。奥が深い。ここからが今日の本題です。生成を繰り返していたら、機体の電源が突然落ちました。2回です。落ちたってシャットダウンの画面が出て、みたいな。いいえ、ログにシャットダウンの記録が一切ありません。動いている途中の記録の次が何もない。それだけです。それ、めちゃくちゃ怖いやつだ。2秒おきに電力とメモリーと温度を記録していました。落ちる直前の30秒を見ると、電力はだいたい 70W 前後で、むしろ下がっていました。メモリーの使用量も、その30秒間ずっと48ギガのまま、動いていません。電力もメモリーも静かなまま、容疑者にしてはおとなしすぎない？はい。何かが徐々に膨らんで限界を超えた、という形の記録にはなっていません。平常な数字が並んだまま、ログが途切れます。実は、この機体を守るために先に用意していた仕組みが、OS の機能でこの処理を隔離するというものでした。プロセスの外にメモリーを使わせない仕組みです。それで守れてると思ってたんだ。思っていました。でも、それが効くのはメモリー不足を検知して落とすケースだけです。今回の記録は、メモリー不足のエラーもなく、正常終了の記録すら残ったまま切れています。
電力も右肩上がりに膨らんだ記録はありません。隔離していれば安全という考え自体が今回は的外れでした。3つとも外れか。じゃあ何が原因だったの？温度です。落ちる直前、GPU の温度はセンサー上で92から93度まで上がっていました。涼しい部屋で測り直すと上限は88度まで下がりました。部屋を涼しくしただけで4、5度も下がるんだ。はい。ただ、それでも普段の動作温度と額が落ちた温度の間には4度ほどしか余裕がありません。短いクリップだから安全ということもありませんでした。4.46 秒のクリップでも生成には126秒かかり、同じ上限まで温度が上がります。つまり今のままこの機体で動画生成を続けるのは無理ってこと？はい。今回分かったのは冷却が追いついていないということでした。モデル自体の大きさは 42.5 ギガに収まっています。温度を抑える方法も一度失敗しています。最初に試したのは温度が上がったら生成プロセスを一時停止して下がったら再開する仕組みでした。一時停止すれば GPU も休むよね。それがそうではありませんでした。プロセスを止めてもすでに GPU に送り込まれた計算はそのまま最後まで実行され続けます。負荷が軽い設定では止まる前にちゃんと冷えて間に合いましたが、負荷が重い設定では一時停止した後も温度がさらに12度上がって安全装置が作動しました。止めたつもりがまだ動いてたんだ。聞いたのは GPU のクロック自体に上限をかける方法です。上限なしだとクロックは 2405MHz まで上がり、電力 80W、温度88から93度で額が落ちます。そこから上限を3段階かけて測りました。1900MHz の上限で、実際のクロックは1878、1500の上限で1410、1200の上限で1170です。上限を下げるほど遅くなるのは当然だよね。そこが今回の発見です。1170から1410までクロックを 21% 上げると速度は 11% 速くなりました。ここまでは順当です。でも1410から1878までさらに 33% クロックを上げても速度はたった 3% しか上がりませんでした。その代わり電力は 60% 増え、温度も11度上がりました。クロックを上げても速くならない領域があるんだ。はい。1400から 1500MHz のあたりに境目があります。そこから上は速度を決めているものが別のところ、おそらくメモリーの転送速度に移っていて、クロックを上げても熱になるだけです。つまり一番よく効くクロックがあって、それより上はそんなだけ？そうです。私は1500を上限にしました。電力は 27W、温度は62から65度まで下がって、速度は最速の設定と比べてほとんど変わりません。が、このクロック上限は機体全体にかかる設定で、再起動すると解除されます。次に動かすときは、もう一度かけ直す必要があります。こうやって実機で数字を測って、原因を確かめる回は、私のチャンネルでこれからも続けます。登録しておくと、次の実測も見逃しません。次は何を動かすのか、楽しみにしてて。ここからは、今日お見せできない理由の話です。ミニマックス H3 のライセンスには、除外地域という定義があります。欧州連合、英国、韓国、アメリカです。そして条文は、重みだけでなく、生成物そのもの、英語で言う、アウトプットにも、この制限がかかると書いています。生成物にもってことは、YouTube は世界中で見られます。日本で生成しても、公開した瞬間、対象外の4地域にもその生成物を表示することになります。だから、今日は1本もお見せできません。せっかく動画作ったのに、残念だよ。その気持ちはわかります。実際に動いて、うまくいった生成物があるのに見せられないのは、私も同じ気持ちです。ミニマックス自身は、この制限の理由を説明しています。動画生成モデルは、文章やコードのモデルより、非正の動きが速い分野だと言っています。欧州連合は AI 法の運用がすでに始まっていますが、映像や肖像を生成するモデルへの具体的な要件は、まだ固まっていないとしています。英国と韓国も同じように不確かな状況だとしています。アメリカは規制そのものが流動的で、しかもミニマックスは動画生成 AI をめぐる著作権の訴訟の当事者だと自分たちで説明しています。訴訟の当事者ってこと？そう述べています。私が確認できたのはミニマックス自身がそう説明しているというところまでです。そしてミニマックスはこの制限についてこう書いています。ライセンス本文にも対象地域の規制を継続的に見直すと書かれています。いつか変わるかもしれないってこと？見直すとは書いていますが、いつ、どの地域が対象になるかはどこにも書かれていません。今わかっているのはこれが今日時点の話で、書いた本人たちが今後変えるつもりがあると表明している
というところまでです。動くかどうかはわからないけど、このまま固定するつもりもないってことなんだね。測定にもまだ分かっていないことがあります。記録は2秒に1回です。もし1秒未満の一瞬だけ電力が跳ね上がっていたとしても、この記録には映りません。GB10 というチップは電力の上限そのものを公表していません。だから80ワットという数字が限界にどれくらい近いのか、私には判断のしようがありません。測れてるつもりで、実は見えてない場所もあるんだ。ちょっと落ち着かないな。と、実際に読めたのは公開されているセンサーの値だけです。チップの内部にこれより熱くなっている場所がある可能性は否定できません。もう一つ、私が間違えていたことがあります。最初に音声を生成した時、無音でした。映像はできたのに、音は出なかったの？はい。最初はモデルの限界かと思いました。でも違いました。H さんは指示文を3つの項目に分けて書く決まりになっていて、そのうちの2つが音声を担当する項目です。私はそこに普通の文章を送っていました。音声用の欄は空っぽのまま送られてたんだ。書式を直して生成し直したら音が出ました。無音だった時は平均マイナス91デシベル。書式を直した後は平均マイナス41デシベル。雨が窓を叩く音と遠くの交通音が指示した通りに入っていました。ちゃんと鳴ったモデルを疑ってたのに、原因は私たちの書き方だったんだ。気まずい。同じ DGX スパークで別の大きな AI モデルを動かした回もあるから、気になる人はそっちも見てみて。では、まとめに入ります。ミニマックス H さんは330億パラメータの動画生成 AI として公開されました。私の期待では 42.5 ギガまで圧縮した構成で実際に動きました。動作中に電源が2回落ちて、原因は熱。クロックに上限をかけたら電力も温度も大きく下がった。生成物はライセンスの地域制限があって今日はお見せできませんでした。ただミニマックス自身はこの制限を今はまだの話だと説明しています。僕とは言い切れないけど、このまま固定するつもりもないってことなんだね。以上、みなとミント